はい、今日はですね、クセ強なレンズをご紹介します。AI ニッコール 105mmF2.5 という1980年とか70年代のレンズですよね。結構昔の AI ニッコール。もちろんオートフォーカスがない時代の F マウントの AI ニッコールレンズです。F マウントにオートフォーカス対応のレンズが出てくる前の AI ニッコールっていうレンズになります。これはマニュアルフォーカスのみで、一般的にはフィルムカメラの方で使われてたレンズかなと思います。ちょっと前動画でご紹介した FE2 だったりとか FM2 っていうフィルムの一眼レフ機、そちらで使われてたようなレンズになってくるので、フィルムカメラでも自分はこちら使ってまして、そのためにですねレンズとしても購入してるんですけども、いや面白いですよね。このちょっと AF 対応してないマニュアルオールドレンズ、こちらをつい先日発売されたばかりの Z5-2 と、あとソニーのですね α7R5 でマウントアダプターを介して使ってきたのでご紹介できればと思います。それでは動画の方どうぞ。どうもタコビチャンネルへようこそ。今日はですねこちら Z5-2 について、今も使ってるんですけども、そちらをですね改めてどんな風に使ってるか、ちょっと変わった F マウントレンズを使った作例ってところをご紹介したいので、今回動画を回してます。で今回はですね、ちょっと特殊な、普通は F マウントレンズをニコンの Z マウントで使う場合は F2Z っていうマウントアダプター使えばいいと思うんですけども、僕はですね F2Z、純正とかも出てるんですけど、ニコン製のもの出てるんですけど、それを買っておらず、もともとソニーのカメラでF マウントレンズを使ってたりしてたので F2E のマウントアダプターを持ってます。なので、ちょっと回りくどい特殊なルートになってしまうんですけども、 ETZ21 Pro っていう E マウントを Z マウントにするマウントアダプターをまずつけていて、その次に F2E というマウントアダプターをつけて、でその上で F マウントをつけるっていう、ちょっと特殊な状況になってるんですけども、本来皆さん F マウント使われる方は Z マウントで使われる方は、そのまま F2Z っていうマウントアダプターが出てるので、そちらを変えるといいかなと思ってます。僕はたまたま、F2Z 持ってないので F2E にしてから E2Z にしてるっていう感じですね。結局 F マウントレンズとは言っても自分が持ってるのはですねマニュアルレンズのみなので、こういう付け方でもいいかなと思ってやってますと。中には F マウントのオートフォーカス対応のレンズを持っている方についてはこういう感じじゃなくて、ちゃんと F2Z のマウントアダプターを使えばそのままオートフォーカスとかも使えたりするので、そっちの方がいいかなと思うんですけども、個人的にはマニュアルフォーカスのレンズになってくるので、このまま使っていますという状況です。という感じなんですけども、そもそもマウントアダプターの話はさておきですね、F マウントレンズのこのマニュアルレンズ、いわゆるオールドレンズになると思うんですけども、かっこよくないですか？かっこいい、めっちゃいい。で今つけてるのはですね 105mm の F2.5 AI レンズ、 AI ニッコールの 105mm F2.5 っていうレンズです。 105mm で F2.5 にしてはマウントアダプター外せばここからここまでの距離なんでわりかし小さめのレンズかなと思います。小柄でいいですよね。Z5-2 とかこういう Z マウントのカメラで F マウントのマニュアルフォーカスのオールドレンズを使われる方、おすすめしたいのは、多分皆さんお詳しい方とかすでにやられてると思うんですけども、カスタムメニューの中にフォーカスっていうのがありまして、さらにそのフォーカスの中にフォーカスピーキングっていう設定があるので、ここをオンにして、多分デフォルトだとオフになってるので、ここをオンにすることでマニュアルフォーカスでのピントの合わせのがだいぶ格段に楽になります。こちらをオンにしていただくのが良いかなと思います。はい、ではですね、早速こちらの 105mm の F2.5 っていうマニュアルフォーカスレンズについてご紹介できればと思うんですけども、僕はですね、安いオールドレンズっていうのがとにかく好きで、結構メルカリだったりとかヤフーオークションだったりとか、そういったところで安いオールドレンズってところを最近はちょっと買ってないんですけども、一時期集めてる時期がありました。でその時にこの 105mm の F2.5 だったりとか 85mm の F1.4 だったりとか、あとは 50mm の F1.2 とか、とにかくですね明るい単焦点レンズっていうのを F マウントレンズでいろいろ買い集めてました。でその中でいろいろ 35mm の F1.4 とかいろんなレンズ見てきたんですけども、コンパクトで写りがいい明るいレンズっていうのを手元に残すようにしました。でその中でわりかしですね 35mm の F1.4 とかはすごいパープルフリンジだったりとか、コントラストの低下だったりとかってところが F 値の開放の状態だと結構目立つんですよね。ただこの 105mm の F2.5 についてはわりかしオールドレンズにしてはしっかり映る方だなってところで手元に残してまして、 35mm の F1.4 もちょっと面白い写りなんでそれはそれで残してはあるんですけども、こういうですね 105mm の F2.5 ってところが最近ハマっているので、ちょっとご紹介できればなと思って動画を回してます。これもおそらく非常に格安で手に入れたものになるんですけども、
個人的に気に入ってます。で、早速ですね、ちょっとまずは作例から前半と後半に分けてお見せできればと思うんですけども、前半についてはちょっとポートレートを中心とした作例のところをお見せできればと思います。それではまず作例の方どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。ですね、僕自身この 105mm を使うときは結構ですね、マニュアルフォーカスになるんで撮ってる感が出て、それが楽しいんですよね。で F2.5 なんですごいわざとらしいような玉ボケってところよりかは綺麗なボケ感ってところが残されてるのかなって思っていて、個人的には好きです。基本的には前半のところはポートレートを中心にお見せしたんですけども、後半の作例でもまた風景だったりとかそういった部分の作例とかもお見せする予定なので、そちらもご覧いただければと思ってます。作例の前にですね、こちらのマニュアルレンズを使われる場合に、ソニーのカメラでもそうですし、ニコンのカメラでもそうなんですけども、こういった設定がおすすめですよってところをお見せできればと思います。今回最近のカメラとして Z5-2 を僕は手に入れたので、Z5-2 を例にしてお見せできればと思うんですけども、基本的にはですね、設定のメニューの位置関係が変わるだけで、名称とかはソニーのカメラについてもニコンのカメラについても変わらない部分なので、そのままご設定いただければと思います。で Z5-2 でお見せするんですけども、まずですね、こんな感じで設定に行ってもらうと、この下の方に行ってもらってカスタムメニューってところを出します。でカスタムメニューの中からカスタムメニューの中にも、こんな感じでいろいろ設定ができるんですけども、このフォーカスっていうところですね、 Z5-2 ではカスタムメニューの中のフォーカスっていうところを押してもらうと、さらに中にですねいろんな設定ができるんですけども、基本的にはこの F マウントのオードレンズっていうのはオートフォーカスが対応してないので、自分でマニュアルで設定することになるので、こちらのフォーカススピーキングってところをオンにします。デフォルトだと多分オフになってるパターンが多いのかなと思うんで、こちらのフォーカススピーキングをオンにするってところをお願いします。フォーカススピーキングっていうのはピントが合ってる部分の色が変わるっていう機能なんですけども、これをデフォルトだとレッド R になってるんで、R のままでいいかなと思うんですけども、赤じゃなくて黄色がいいよとか緑がいいよとか、そういう方はここから色をイエローとかブルーとか白ってところに変更することができます。はい、今してもらった設定をするだけでですね、ピントが合う場所にですね、こんな感じでピントが合う場合に赤く表示されているのが分かりますかね。これが出ることによって非常にピントを合わせやすくなるので、こちらおすすめなのでぜひ設定してみてもらえると助かります。で、このオートフォーカスじゃなくてマニュアルレンズを使うことで、もともとフィルムカメラとか使われる方ってところは、オートフォーカスじゃないレンズ慣れている方は大丈夫だと思うんですけども、慣れてない方は本当にこのフォーカスリングをまずガーッと回して、ピーキングってところを探していくと思うんですけども、やっぱりですね、マニュアルで使うことで撮ってる感ってところは、自分で撮影してる体験ってところはだいぶオートフォーカスと変わってくると思います。オートフォーカスだと本当になんていうんですかね、撮りたいなと思ったらパッと構えてパシャパシャっと適当に押しておくと、フォーカス合ってるってところが非常に最近のカメラの性能進化であると思うんですけども、マニュアルフォーカスのレンズってところはやっぱり撮影者自身の能力だったりとか、どこにピントを合わせるかっていう判断に非常に大部分が委ねられてくるので、そういった意味でですね、非常に楽しくて、あえて人物ではない場所にピントを合わせて撮影したい時とかも非常に楽しい体験になるかなと思います。で、何よりこの最新のボディにもう本当に1970年とかそういった時代のレンズをつけるところがちょっと
面白くて見た目的にもメカメカしくて個人的には大好きです。で、やっぱりですね、バッキバキに改造させた写真を撮りたいっていう方にはちょっと向いていないんですけども、やっぱり現代のレンズと比べるとぼやけた写真だったりとか、絞ればそんなこともなくなってくるんですけども、周辺のコントラストが下がるみたいなところは非常に大いにあるので、そういった部分は個性だと割り切って使ってもらうのが良いかなと思います。ポートレートを撮るときとかも普段のオートフォーカスのレンズと違って構えてから撮影するまでっていうところは少し時間かかってしまうんですけど、そういった部分で撮影の被写体とかを待たせたりするっていう体験は出てくるので、そういった部分はあらかた考慮した上で撮影されるのがいいかなと思います。慣れてくると違ってくるんでしょうけど、目測でですね、だいたいこの距離だなっていうので、このマニュアルレンズのフォーカス距離ってところを目測でなんとなく合わせてからファインダーを覗くってところにすると、だいぶスピードが改善してくるかなと思います。ただ自分も非常に慣れているわけではないので、結構時間かかる方なので、そういった部分はまだちょっと練習中であるんですけども、やっぱ楽しいですね。で、今回ご紹介しているこちらの 105mm の F2.5 っていうレンズは、105mm っていうやっぱり望遠寄りのレンズになってくるので、最短撮影距離もですね、こちらの1メートルってところからにスタートしてます。っていうのがあるので、テーブルフォトだったりとか、カフェとかで料理とか撮るっていうところについては苦手にはなるんですけども、そういった意味で、なんていうんですかね、こういった望遠寄りのレンズって、オートフォーカス対応の最新のレンズとかも結構いい値段すると思うんで、こういった数万円の本当にオールドレンズからいろんなレンズ買い揃えてみて、で、一番好きな自分の焦点距離、例えばですけど 50mm がやっぱりなんだかんだ一番好きだなってなったら、50mm のオートフォーカスレンズだったりとか、非常に高い効果とされる最新のレンズを買い揃えるってところもありなのかなと思ってます。自分は実際にですね、24mm だったりとか 35mm、85mm、50mm、105mm、あと 200mm も F マウントレンズでですね、買い揃えてみて、それでもですね、その単焦点を全部揃えた時に、普通の最新の Z マウントレンズだったりとか、ソニー E マウントレンズだと、とんでもない金額になると思うんですけども、F マウントのオールドレンズだと、それ全部買い揃えても意外とコンパクトな値段になってくるので、そういった意味で最終的な値段ってところはだいぶ抑えられるんじゃないかなと思います。そういった F マウントのオールドレンズってところで買い揃えた上で、この画角のレンズが個人的に一番好きで、持ち出してしまう焦点距離で撮影したいっていうのが定まった状態で、初心者の方とかは特にですね、数十万円するような高価なレンズを買う前に、そういった体験をすることで焦点距離ってところが自分の中で一番この焦点距離のレンズが最適だっていうところが分かってくるようになるんじゃないかなと思っています。とはいえですね、僕自身まだじゃあこの買い揃えた上でどの焦点距離が一番好きかっていうと、なかなかまだ定まってはないんですけど、この焦点距離はだいたいこういう距離だなっていうのが頭の中でなんとなく分かっていた部分よりも、実際に使ってみるとですね、やっぱり体に馴染んでくるものがあって、個人的にはやっぱりなんだかんだみんなが言われてるような 35mm ってところが一番使いやすいなっていう結論には至ってるんですけども、そういったものが各々ですね、撮影する環境であったりとか被写体何を撮るかによってまた変わってくるかなと思うので、楽しい体験になってくるかなと思ってます。はい。というわけでですね、Z5-2 でこういった感じでマニュアルレンズのオールドレンズを使うような作例ところをご紹介しました。で、後半はですね、ソニーの α7R5 にてこの 105mmF2.5 っていうのを使った作例ところもたくさんご用意しているので、そちらもご覧いただければと思います。そうだ。で、プラスでですね、もう一つ Z5-2 で設定しておいてもらいたい項目ってところがあります。それがですね、今回はこちらのですね、静止画撮影メニューの方を開いてもらって、一番上の静止画のメニューですね。そこから、マニュアルフォーカス時の被写体検出機能についての機能があるんですけど、こちらをですね、おそらくデフォルトだと検出しないになってると思うんですけども、ぜひですね、検出する、全域であったりとかを使われる方、ワイドエリアみたいなところを設定できるので、自分は全域にしてるんですけども、こちらオンにしてもらえると助かります。これ何かっていうと、これおそらくソニーだとないんですけど、ない機能なんで、ちょっと感動してるんですけども、マニュアルフォーカスレンズで捉えてくれるんですよね、被写体を。で、マニュアルフォーカスで被写体を捉えるってどういうことかというと、オートフォーカスはないんですけども、拡大機能っていうのがあるんですね。この Z5-2 で言うと、右下の部分にですね、拡大ボタンっていうのがあるんですけども、これを押すことで、ファインダーの中で、ピーキング合わせやすいように拡大してくれるんですけども、これを、要はどこを拡大するかってところをカメラ側で被写体として検出してくれたものを拡大してくれるんですよ。
で、これソニーのカメラとかだと入ってないので、自分でフォーカスポイントを移動させて、で、拡大ボタンを押す。で、それがこちらで入ってるんで、これは非常にありがたい機能だと思いました。ソニーのカメラでももしかしたら一部入ってるのかもしれないですけど、自分が持っている α7R5 とかだと、おそらくそういった機能見当たらないので、見つけられてないだけかもしれないんですけども、その場合ちょっと有識者の方コメントお願いします。で、ニコンはこれがあって、個人的に非常に感動しました。マニュアルレンズでフォーカスピーキング、フォーカス合わせるときって、先ほどのフォーカスピーキングレベルで赤く光って、ピントが合ってるなってわかるんですけども、それがですね、もっと広角のレンズとか使った場合に、割と広い範囲でフォーカスされているときに見づらいんですよね。なので、ファインダー上で拡大させて、ピーキングレベルってところを調整するんですけども、それがですね、例えば中央だと拡大してすぐ確認できるんですけども、被写体を右上のところにピント合わせたいなって時に、そこを拡大させたいってなった時に、いちいちですね、右上ってやって、拡大するための枠をですね、右上に持っていくのとか非常にめんどくさいんですけども、それをニコンはですね、自動検出してくれるという、これが非常にありがたいですね。なので、マニュアルフォーカスレンズを使われる方にとっても非常に良いカメラボディだなと思いました。Z5-2。格安で手に入ったオールドレンズを使う場合に非常に活躍しますよね。いかがでしたでしょうか。こんな感じでですね、ボディを何度も見てしまうぐらいメカメカしいレンズで F マウントの AI ニッコールレンズっていうのは非常にかっこいいですよね。ここにもですね、ニッコールって書いてあって、ニッコール 105mmF2.5 っていう、こちらの前玉の感じもかっこいいですよね。はい。なのでソニーのカメラ時代から今も α7R5 非常に対応してるんですけども、ニコンの F マウントレンズっていうのは、特徴的なコントラストが低く開放で出てきたりとか、かつ明るいF 値のレンズが残ってたりとかで、いわゆる高性能なレンズではない部類のオールドレンズっていうのが非常にたくさんあるので、個人的に使っていて非常に楽しいポイントです。ではですね、ちょっとポートレート以外の被写体を撮影した 105mmF2.5 こちらの AI ニッコールのレンズの作例ってところをさらにですね、もう少しお見せできればと思うので、そちらご覧ください。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっといろいろ作例撮ってみて 105mm っていう焦点距離がやっぱり楽しいなっていう感じはしました。で 50mm よりも望遠になるので寄れないですし、どちらかというと撮影する対象物を探す時も少し距離的には遠くのものを見て探すような感じで、最短撮影距離も 1m 以上になってくるので、テーブルフォトだったりとかそういった部分っていうよりかは少し外の遠くの少し手が届かないような範囲でこれ絵になりそうだなみたいなものを探す個人的に面白い体験になってました。他にもですね F マウントレンズオールドレンズと言われるものは、たくさん持ってまして 50mm の F1.2 とか、35mm の F1.4 とか、この辺りはですね非常に面白いボケ方をする。開放で撮ると少しぼやっとしたいわゆる高性能なレンズではない写りをして面白いので、それはちょっと別でご紹介できればなと思うんですけども、本日はですね 105mm の F2.5 っていうちょっと渋めなオールドレンズのご紹介となりました。ちょっとオールドレンズが個人的に面白くていくつか持ってるので、ぜひ今後もですね次回のレビューをお待ちいただければと思います。ぜひですねいい
いいねボタンだったりとかチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。さようなら。